のぞみ、今年のお花見どうだった？あ、行ったよ。先週、会社の人たちと上野で。上野、人多かったでしょ？もうね、すごい人で、ブルーシートがずーっと続いてて、どこに場所があるのって感じで。わかる。で、桜、ちゃんと見た？正直あんまり。気づいたらお酒飲んでた。それがお花見よ。そうそう。でも外国の友達に、お花見って何するのって聞かれて、うまく説明できなかったんだよね。確かに。桜を見るって言うけど、実際はそれだけじゃないもんね。だから今日はお花見についてちゃんと話してみようと思って。いいね。聞いてる皆さんもちょうど桜の季節だし、タイムリーな話題だよね。日本に旅行に来たことある人も、これから来る予定の人も、お花見は絶対に知っておいてほしい文化だと思う。じゃあ、早速話していこう。まず、そもそもお花見って何かって話だけど、桜の木の下で飲んだり食べたりして過ごすことだよね。公園とか川沿いとか、桜がきれいに咲いてる場所に行ってシートを敷いてワイワイするっていう。花見って字の通り、本来は花を見るためのものなんだけど、実際は花より集まること自体が目的になってることが多いよね。めちゃくちゃそう。お酒飲んでご飯食べて、久しぶりに会う人と話してって感じで、桜は背景みたいになってる。ちょっとかわいそう。でも気持ちはわかるよね。気持ちいい時期に外で集まりたいっていうのは自然な感覚だと思う。しかもお花見って家族だけじゃなくて友達とも、それから会社の人ともやることが多いんだよね。そう、会社のお花見は特別で、日本では職場の人と一緒に宴会をするっていう文化があって、お花見もその一つなんだよ。上司の前でお酒飲むのってちょっと気を使うよね。気を使いながらもワイワイしないといけないっていう不思議なバランス。でもそれもひっくるめてお花見の醍醐味だったりする。ある意味年に一度の特別なコミュニケーションの場なんだよね。さっき桜は背景って言ってたけど、これを表す有名なことわざがあって、花より団子って言うんだけど知ってる？あ、聞いたことある。美しいものより実用的なものを好むみたいな意味？そう。花をめでるという風流な楽しみより、団子を食べるという現実的な楽しみを選ぶっていう意味。まさにお花見のことじゃん。桜よりたこ焼きみたいな。でもね、これってどっちかしか選べないっていうより、現実的なことを大事にするのも悪くないっていうニュアンスで使われることが多い。ちょっと自分を正当化するときにも使えるやつ。そう。花より団子で私はご飯に集中しますみたいな。お花見の場ではお弁当、おつまみ、お菓子、お酒、全部が主役だもんね。実際コンビニでお花見用のお弁当セットとかが売れて、春になるとスーパーやコンビニも特別な品揃えになるんだよ。なんか聞いてたら日本のお花見って外で開く宴会なんだなって改めて思った。風流を楽しみながら、実はしっかり飲食を楽しんでる。それがお花見の本質かもしれない。でも桜ってなんで日本人にとってこんなに特別なんだろそこちょっと歴史の話になるんだけど、桜の記録って奈良時代からあるんだよ。う。奈良時代？それって1300年くらい前？そう、実は最初の頃は梅の方が人気だったんだけど、平安時代に桜が主流になって、貴族たちが桜を見て詩を読むようになった。貴族のお花見か。なんかおしゃれ。それが時代とともに庶民にも広がって、江戸時代には庶民も桜の下で宴会をするようになったんだって。つまり今のお花見の形は江戸時代に完成したって感じ？ざっくり言うとそう。で、桜って咲くのが短くて1週間から10日間で散ってしまう。その儚さが日本人の美意識に合ってたんだよね。ああ、物の哀れ的な感覚。そう。物の哀れっていうのは、美しいものや出来事が過ぎ去っていくときに感じるしみじみとした感動のこと。短い間だけ美しく咲いてパッと散る。その儚さがいいみたいな感覚。だから毎年今年は見逃したくないって思うんだね。まさに桜は待っててくれないからみんな必死になる。それが春への高揚感につながってる気がする。桜つながりで桜前線って聞いたことある？もちろんこれも外国の人にはない概念だよね。そう、桜って日本全国が同時に咲くわけじゃなくて、南の方から北へと順番に咲いていくんだよ。九州や関西、東京あたりは3月下旬から4月上旬くらいで、北海道は5月頃になる。その咲き始める場所が北へ移動していく様子を地図上で線として表したのが桜前線。
天気予報とかニュースでよく見るやつ。桜前線北上中みたいな感じで出てくる。日本って縦に長い国だから南北で季節のズレが大きいんだよね。沖縄と北海道じゃ気候が全然違うし。そうそう。だから桜の季節はいつって聞かれても地域によって全然違うから場所によりますって答えるしかない。今4月だから東京とかはもう桜が散り始めてるかもしれないけど、北海道はまだ咲いてないんだよね。そう。北海道は5月でも綺麗に咲いてることがある。だからもうお花見の季節は終わったって思ってる人でも北海道に行けばまだ間に合う。旅行のタイミングとしてはめちゃくちゃいいよね。南から順番に移動しながら桜を追いかけるっていうのも面白そう。桜を追いかける旅行ってロマンがあるよね。桜前線に沿って移動すれば何週間も花見シーズンが続くっていう。聞いてる皆さんも日本旅行を計画してる人はぜひ桜前線をチェックしてタイミングを合わせてみてください。じゃあ今日のまとめをすると、お花見は桜の下で飲食したり人と集まったりする日本の春の風物詩。花より団子のことわざ通り、実際は食べ物やお酒がメインになりがち。桜は大事だけど本当の主役はみんなで過ごす時間なのかも。桜は奈良時代から日本人に愛されていて、その儚さが日本の美意識、物の哀れと合ってた。そして桜前線のおかげで日本のどこかではまだ桜が楽しめる。北海道の桜はこれから旅行チャンスですよ。聞いてる皆さん、あなたの国にも季節の行事ってありますか？みんなで外に出て何かを楽しむような、ぜひコメントで教えてください。今日も聞いてくれてありがとうございました。またねー。